ごめん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 ってずらーって書いて、で2枚目があったんですよ。ああ、何が書いてあるんだろうと思ったら、手紙交換は待って小学生の話ぜひそれ聞かせてください。小学校の時。Bittersweet. Hey guys, it's Kathy Cat, and this time we're gonna go and ask Japanese people here in Tokyo if they ever had a bittersweet love story happening in their lives. So let's go and ask Japanese, and hit that subscribe button before we move on. And hit that subscribe button before we move on. 噛んじゃったな。Have you ever had a bittersweet love story happen to you? 甘酸っぱい恋したことありますか？ Yes か No か？あるわ。 Yes Yes だ。僕が小学5年生の時なんですけど、11歳、初恋なんですよ。で、その僕の好きな人が空手をやってたんですよ。でも空手をやってても本当にすごい小柄で細くて、で僕はすごく可愛らしい子だなって思ってたんですよ。でもやっぱり気が強くて、で仲良かったんですけど、一度なんだろう、なんか僕のことをいじめるのが好きで、なんていうんですかね、戦う感じで。そう。それで顔面はたかれた時に片耳聞こえなくなっちゃって、で病院に行ったんですよ。さすがになんかそれ先生に言いたくなかったんですけど、怖くて僕も先生に言ったら病院に行きなさいって言って、途中で帰って病院に行って、でそしたら一時的なものだから大丈夫って言われて、でそれで一回戻ってきた時に多分先生にその好きな人がこっぴどく怒られちゃって、でそれでなんか僕に直接じゃないんですけど、なんかその謝罪の手紙が机の中に入ってたんですよ。ごめんなさいの手紙？そうです。それで書いてあったのが、ごめん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 ってずらーって書いて、で2枚目があったんですよ。ああ、何が書いてあるんだろうと思ったら、でっかくごめんなって書いてあったんですよ。いやもうなんかそのシンプルにごめんしか書いてないけど嬉しくて、でわーやっぱなんかこの子いいなってなんか僕は思っちゃって、でもその3ヶ月後に引っ越しちゃったんですよ。彼女が？はい、マジか、これアニメ的な展開じゃないですか。そうなんですよ、転校しちゃって。でも僕最終的に好きって伝えようとしたんですけど、その転校する前にちょっと手伝ってほしいって言われて、何って言ったら誰にも言ってないんだけど、僕の友達でまっちゃんっていう人がいるんですけど、まっちゃんのことが好きだって言われて、まさか。そうでその告白の手伝いをして、僕は思いを告げずに見送りましためっちゃ偉いけども甘酸っぱいよ。なんか隣の子がすごいちっちゃい頃から一緒にいたんですけど、もうそういう恋ばっかやってなんでなんか手紙交換は待って小学生の話ぜひそれ聞かせてください。小学校の時。相手がずっと炎のことを好きでみんなそれを知っててアタックし続けて、で結局手紙交換 OK したんだよね。でその手紙の受け渡しの中間を何度か私がやりました。その手紙私の役割でなんか漫画ラブストーリーじゃないですか。親友が手紙を読んじゃったりしてみんなで生まれましたハートとかついてたりして最近喋れてないけどもうちょっと喋ろうねハートみたいなねじゃあその恋担当だったんですね。はい、キューピッド自然消滅ですなんと儚く散ってね終わったね。でこっちはこれからこっちはこれから、はい、キューピッドも自分で恋しちゃいけないですよ。恥ずかしいめっちゃ恥ずかしいじゃあ次回はこっち手紙渡す番になりますね。やります、キューピッドになります。お願いします中学生の時に塾に行ってたんですよ。で塾に通ってて先生と2人で授業とかしたんですよ。それでちょっと思いを寄せていたみたいな感じだったんですよ。どういった感じの先生だったんですか？結構
友達が隣で。冷たい人だったんですよ。でもちゃんと授業はやってくれてて冷たい人でしたね。はい。クールな感じクで。ールな人です。で大学生とかもう社会人。もう大学生ですね。で自分の思いは自分の思いは伝えないような。まあさすがにそうですね。まあ不可能に近いんで伝えはしなかったんですけど。はい。で急になんかこういうトラックが通るパターン。そういうとこも日本はクレイジーなんですね。はい。そういうとこもクレイジーです。はい。いいですね、いいですね。最初に戻っちゃいました。じゃあどうでしょう。小学6年生の時になんか新潟県に住んでて、引っ越す時に好きだった男の子から手紙で告白されて、でも引っ越しちゃったからそのまま会えてなくて、すごく会いたいです。すれ違いましたね。もうアニメみたいなシナリオじゃないですか。好きだったお互い好きだけど引っ越さないと。悲しいです。手紙にちっちゃいカードに好きでしたって書いてあって、でしたもう転校系じゃないですか。から分かってて手紙をくれた感じで。転校は分かっててもクレーマーくれてたんですね。先どうぞ。小学校の時ずっと2年ぐらい、小中で4年ぐらい合わせてもう何も告白できなくて、そのまま卒業みたいな。言えなかった。言えなかったです。どういった感じの人だったんですか。スポーティーな人とか。まあサッカー部でまあスポーティーでした。なんか伝えようとして結局やめたとかしたことあるんですか。なんか遊びに行ったりとかはしてたけど気持ちは伝えずです。この自分に何かメッセージを送ることができたら何を言いますか。小学校の時好きだったよって言ってほしかったんですね、自分の過去の自分に。はい、そうです。中学校の時に付き合ってたんですけど、なんか恥ずかしくて、お互い恥ずかしくて全く喋らない状態で別れちゃったっていうどんなところが恥ずかしかったんですか。なんか一緒に帰ったりしてても何喋ろうかなとか恥ずかしいなとかで喋れなかったです。口で終わったって感じですか。そうですね。どれぐらい付き合ってたんですか。結構5ヶ月6ヶ月ぐらいでも恥ずかしくて、LINE とかのやり取りだけで直接喋ることはあんまなかったです。過去の自分に何かメッセージを送ることができたら何を言いますか。素直になれって伝えたいですはい、じゃあぜひ教えてください。小学校の時の話なんですけど、すごい好きな男の子がいて、なんか両思いだったかはまだわからないんですけど、なんか帰り道にお互いだけが目が合って気づいてたら、その時に手を振ってくれるっていうのが恒例でした。それだけなんです。手振ってくれて目があった。でも酸っぱいところは小学生だったんでちょっとなかったです。やっぱ好きだったけどまだ若かった。そうですね。でその当時の自分に一言言うことができたら、もうちょっと早く思いを伝えるべき。確かに。そしたら何か変わってたかもしれないなと思って。その人の何のところが好きだったんですか。なんかみんなの前だと普通な感じなのに、そうやって2人で目が合った時とかになんかやってくれるのがすごい好きでした。甘酸っぱい中学3年から高校1年生ぐらいにかけて付き合ってた人がいるんですけど、その人が結構なんていうんだろう、俗に言うイケメンで、なんかみんなからも慕われててみたいなで、なんか私のことを好きって言ってくれてるんですけど、それがなんかこう全然分かんなくなっちゃう時期があって、なんかみんななんかこうその人のことを好きな人は結構いっぱいいるんですよ。だからその人と付き合ってても、その人が
なんていうんだろう、その人のことを好きって分かってる私が知ってる女の子と喋ってるの見るとなんかってなってめっちゃやきもち焼いちゃうこともあったんですけど、それを言ったらその人が気にかけてくれてディズニー行ってくれたっていう、ライバルがいて、でそれをなんかそれを安心させるためにディズニーにっていうことがありましたね。おお、甘酸っぱいでまだ甘い。そうですね。はい。あ、違います違います。もう違います。現在は違う。違う、ちょっとね、ちょっといろいろありましたって感じなんですけど、その時の自分になんか一言言うことができたら、なんか今全然好きな人とかが分かんなくて、なんか好きになる気持ちが分かんないので、なんかどうやって好きになってたのって感じですね。今言うなら聞いてみたいです本当に。はい。これからですよ。これからです。ちょうど探してない時にはそういう人が割れるんで。はい、ありがとうございます。はい、これで全ての質問でした。ありがとうございます。Bittersweet love story. Oh man, I have a couple of stories to tell. Most Japanese people had the same. They all said yes, and we could listen to some of their stories. My bittersweet love story starts with my very first love as well. That was quite a fail. That's in my Draw My Life video. So if you type in Draw My Life Kathy Cat, you'll find out more about that. Tragedy. So, any bittersweet love stories you would like to share with us, leave us a comment. Don't forget to hit the subscribe button for more stuff from us, and I'll catch you soon on Ask Japanese. Bittersweet love stories. Director, what are you doing behind the camera?